皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は JLPT N3 終える、あげる、切る、抜くという4つの文法を勉強します。この4つはどれも終わりますという意味ですが、意味や使い方には少しずつ違いがあります。N3 によく出てくるので、4つの文法を一緒に覚えて N3 の点数を上げましょう。まず、マスケータス終えるです。他動詞何々をだったら終える。自動詞何々がだったら終わるになります。これは終わりますと同じで、時間や動作がただ終わるという意味です。使う、書く、食べる、飲む、読む、するなどの動詞と一緒によく使います。例えば、花壇の花に水をやり終えた。この本は簡単なので、すぐに読み終わると思う。パソコンを使い終えたら、シャットダウンしておいてください。終えるはこのように使います。次に、マスケプラスあげるです。他動詞何々をだったらあげる。自動詞何々がだったら上がるになります。上げるはもともと一番上までするという意味があります。ですから何か作っていたものが完成したとき、時間がとてもかかった仕事が終わったときに使います。作る、書く、できる、育てるなどの動詞と一緒に覚えましょう。例えば、私は4人の子供を育て上げた。5時間かけてやっとカレーが出来上がった。徹夜して書き上げたラブレターを受け取ってもらえませんでした。あげるはこのように使います。次に、マスケプラス切るです。これは最後までして終わる、ゼロになるまでするという意味です。当たり前のことには使えないので注意してください。可能形、切れるを使うと、ゼロになるまですることができるという意味です。例えば、ボーナスを全部使い切ってしまった。数えきれないほどたくさんの星を見た。諦めずに最後までやりきることが大切です。切るはこのように使います。次に、マスケプラス抜くです。抜くはもともと細いものが硬いものを通って外に出る様子です。ですから、苦しいこと、大変なことを最後まで頑張った時に使います。例えば、彼は最後まで約束を守り抜いた。考え抜いた結果、国へ帰ることにした。戦争を生き抜いた人の話を聞いたことがありますか？抜くはこのように使います。はい。では4つの文法を簡単に復習しましょう。1、終えるはただ終わります。2、あげるは作ったものが完成します。3、切るはゼロになるまでします。4、抜くは大変ですが頑張って最後までします。選択肢で終える、あげる、切る、抜くを見ても迷わないようによく覚えておいてくださいね。では
復習問題をしてみましょう。家ですから、作ったものを完成させるという意味です。自分が住む家を自分で作り上げるのが夢です。2、あげるが答えです。これは、ただ使うのが終わってからという意味です。ゼロになるまでしたり、大変なことという意味はありません。ですから、使い終わったら、ちゃんと元の場所に戻しておきなさい。4、終わったが答えです。何があっても最後までですから、苦しいこと、大変なことがあっても最後まで頑張るという意味の言葉が入ります。彼女は意志が強いので、何があっても最後までやり抜く人です。2、抜くが答えです。こんなにたくさん一人でですね。最後まで全部、つまりゼロになるまで食べることができないという意味ですから、美味しそうだったので思わず買ってしまったけど、こんなにたくさん一人で食べきれない。1、食べきれないが答えですね。メッシュクラスではオンラインで JLPT の勉強もできます。経験豊富な日本人の先生たちから JLPT を習って合格を目指しませんか？私たちと一緒に日本語を勉強してみたいという方はコメントをぜひチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。